少しずつ見てるんですけど、時間かかっています。でもやっぱりいつも私の弱いところです。細かく見たいですから。でも、先週、私たち、ダビデとゴルアテという話をしました。その最後の頃です。So we're at the end of the book, or not the end of the book. Been going through the book of Samuel kind of slower than I expected, but that's my weakness. I always like to look at the detail of things. So we're looking at, last week we looked at the story of Goliath, and David and Goliath, and so we're finishing that up today. じゃあどうぞ、サムエル記17章。これだけしてください。What? We haven't read that far yet. Yeah, we haven't read that far. じゃあ、サムエル記17章。ダビデはまだ戦ってないんですけど、でもダビデの生活の中にはいろいろよくできるものがいっぱいありました。その一つはやっぱり羊飼いの面倒を見ることです。羊飼いの仕事はよくできたんですけど、でも戦うに対してもダビデは若い時からいろいろことにいっぱい練習したんだと思います。一つは石投げることでした。So throwing stones. David was, I think from a very young man, was practicing this. And this was a skill, especially back in that time, that was highly valued. People could throw stones. あと、その時に軍隊の人が石を投げる、よく投げることは多いで、やっぱりすごい上手で投げれる人もいました。だからすごい遠いですけど、石投げて、あまりもう何センチの悪い当たりことができて、すごいのことです。だからダビデもちろん自分の能力に、自分の力に頼るしなかったんですけど、でもそれがあったから、もちろんダビデ練習して、もう一生懸命練習したと思いますから、あと神様に信頼しましたから、その大きいジャイアントゴリアテと戦いできましたと思います。じゃあその最後の話見てみましょう。So we're just looking at the end of the story here with David and Goliath. Verse 48 and 49. じゃあ17章48節と49節。じゃあエクシマ48節と49節お願いします。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは銃の中に手を差し入れ、石を2つ取り、石を投げて、それを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。はい。
すごいの話ですけど、もちろん、ゴリアテはいろいろ武具があって、もうすごい強いの武具。もうヘルメットもありましたけど、でもここでは何もなかったです。でもダビデはただ、一生懸命やる。立つことでも難しいだと思います。でも今何をしているか、走っています。走りながら、やっていることは難しいだと思いますから、もちろん神様がよくダビデを手伝いました。そのジャイアントがもうしょうがない。神様と戦いましたから、ただダビデじゃなくて、もちろんダビデ勝利できました。だから私たちノートにそう書いてあります。ゴリアテに対する勝利と言いました。So, victory over Goliath. もちろん、私たちと神様と一緒に戦いと、私たち負けないです。敵、どんなに強い敵があってでも、もちろん悪魔でも神様は私たちの方にいるから、神様は勝利を与えます。素晴らしいですね。God helped David, but David had skill, but God was the one that worked. David saw God work mightily this day because he trusted God, but he also attempted to do great things for God too. もちろん、ダビデがなぜ神様の素晴らしいの技を見えるのは、もちろん神様は信頼しました。それは素晴らしい。でも信頼だけすると足りないです。ダビデもそのゴリアテと言ってもう走って戦いしようとしていないとその技を見えません。でもそうしました。私たちもそうですね。神様のために大きな仕事、大きな働きをしようとしないと、私たちもちろん信仰を持ちながら行いすると、私たちも神様のすごい素晴らしい技を見えるだと思います。And so let's trust God and attempt to do what you might think is impossible, but people might think is difficult. It doesn't matter. God is on our side. What a wonderful story of David and Goliath, giants. We all have different giants. We all have difficulties, huge difficulties in our lives that we struggle with. もちろん、これダビデの話を通して私たちよく励み受けます。私たちみんながゴリアテと同じように大きな問題を直面しますから、私たち同じように信仰を持ってそのことに神様の助けによって勝利得られています。だからそうしましょう。Okay? And so let's continue then with the next one. Saul's jealousy and Jonathan's friendship and David's escape. So B はサムエル記の中に3番目の B はサウルの嫉妬、ヨナタンの友情、ダビデの脱出ことです。
3番の伸び、嫉妬。ヨナタンの友情、ダビデの脱出。18章から23章までです。それ見えます。もちろん、最初は一節見ると、その友達になること話ですね。ヨナタン。じゃあそれ読みましょう。18章一節。Abigail chapter 18 verse 1. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. はい。もちろんダビデは先にヨナタンさんを愛していることじゃなくて、ヨナタンさんが先にダビデの話を聞いて、ダビデの行い見て、ダビデの信仰も見て、前の生活も時々ダビデもサウルの王の前にハープ弾きましたから、前に見たことあるかもしれないですけど、だからダビデは本当にその人はすごいいいの人で、私もう友達になりたい。その人を愛しています。と選択しましただと思う。So here Jonathan is making a choice. He sees David and says, wow, look at this man. This young man, and he had probably seen him before, maybe even in the palace playing the harp. But here he sees David's faith. He sees this man is an excellent character. He's fighting for God, trusting in God. And he says, I want to make friends with this man. And I want to choose to love this man because he loves God. もちろん、ダビデは神様をよく愛しているから、よく神様を従っているから、もうヨナタンもその人を愛したい。と思いましたと思います。もちろん、ヨナタンの心もここに少し見えます。ヨナタンさんも神様を従いたい心を持っていて、本当にダビデと同じように信仰も強いだと思います。後でそれ見えますけど。だから私たちの友達に対してもどのような友達あるのか、やっぱり私たち神様よく愛しているの人、よく神様従い、よく信仰強い、そんな方々と友達になりましょう。選びましょう。Let's choose friends that are going to be just like Jonathan did here, choosing David because of the excellency of David, his faith, and what he saw in him. And we need to do that for other people too. When we see someone who is following God, obeying God, loving God, serving God, I would say, wow, I want to be friends with that person. I want to get close to that person because that one person will help me be close to God. もちろん私たちの友達、私たちと神様との関係をよく助けになる人だったら、私たちその人を選びましょう。だからこれ言わなかったりそうやりました。じゃあ4節と5節続けて読みましょう。Okay, Mark chapter 18 verse 4 and then I'll read verse 5. 18章4節と5節 Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David. His garment, even took his sword, and took his bow, and took his girdle. もちろんヨナタンさんはダビデを愛しているからもうくれました。でもなぜくれたのかは、やっぱりダビデは前に貧しい人じゃないですけど、でも本当に
王様みたいな洋服ないんですね。もうシンプルな生活。もう前に羊飼いでしたから、羊飼いのなんていう洋服を持ってる、聞いてるから、やっぱりそれはよく指導者、偉いの人とみんな全然考えないんですけど、でも、ヨルナタンはやっぱり王の息子ですから、やっぱりいっぱいありましただと思う。もうすごい偉いの洋服もありましただと思う。だけども、剣もないし、武具もないし、もういろいろなかったんですけど、でも、ヨルナタンはもう簡単に全部自分のものを食べるにはくれました。もうすごい嬉しいです。もうそれも意味ありました。ヨルナタンがやっぱり神様を選んだもの、次の王は、もちろん普通は王の息子にですけど、でもその息子は私ではなく、次の王はダビデ。これ神様が選んだものであると、だからそれを与える。その意味もありました。So even Jonathan recognizing that I'm not going to be the next king, even though I'm the king's son. And that's the normal way, is for the king's son to be the king, the next king. But Jonathan says, no, it's not me. It's going to be David. David is the one God has chosen. David has God's blessing. The hand of God is upon him. And really had a lot of meaning in him, giving him his own sword, giving him his own clothes. じゃあ、次節、5節読みましょう。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼らを戦士たちの長とした。このことはすべてのためにもサウルの家来たちにも喜ばれた。だから本当にすごいいいの人ですね。ダビデはこれからやっぱりサウルのよく使いました。サウルのしもべの前にもみんながダビデ見てこれは喜んでいる。やっぱりこの人はよく信仰ありました。よく知を持って、よく行いは素晴らしい親切の人である。いろいろ考えていましただと思います。So, people were so happy to see David. David acted wisely, served the king. He was kind to people, and the people loved him. And so he's getting rewards for the way he's acting. And so Jonathan, of course, wants to make friends with him even more. Well, then next we see Saul's jealousy. もう次にサウル、羨ましい、人深いことが見えます。Not just simple jealousy, but here he had very deep-seated jealousy against David. In chapter 18, verse 6. じゃあ、続きで6節から9節までですから。じゃあ、エクシメ6節、高木7節、あと、アビ8節とお母さん9節お願いします。18章、はい。ダビデがペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦の琴を持って歌い、喜び、踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこうだった。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。
18 verse 8. And Saul was very wroth at the saying displeased him, and he said, They have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed 1,000. And what can you have more but the kingdom? So I did forward. 互いの目で見るような目は、もう私かちょっとなんていう想像できますでしょ。なぜその人を尊敬になってる私に尊敬あんまり言ってない。すごい悪いですね、ジェレシーは。人は。良くないのことです。もちろん、人であると、中に悪くになります。騙そうになります。Jealousy will destroy us inside. It will, and it is destroying us very quickly and going to destroy Saul. もちろん、サウル王は、本当に前でも、やっぱり、汚れたの例があった時に、もういろいろ不安して、イライラがあったんだと思いますけど、でも今、どんどんひどいになります。サウル、もう絶対前に、これはいけないのことで絶対やらないと思っていることが、後で欲求、ジェルシーがあるから、もうそのいけないこともやります。ある人も殺すようにもします。すごい変ですけど、もちろん私たちの生活にもまだ人を許しないと、人があると、私たちの方にただ悪気になります。その人に傷にならないですけど、私たちだけ中に傷になります。So jealousy, often, people want to get back at other people. They don't want them to get all the attention or whatever it is, and so they want them to be hurt, but it ends up hurting themselves even more. Same with unforgiveness. We might have bitterness inside and I can't forgive that person, but it doesn't hurt that other person as much as it really hurts ourselves. And we see this in Saul's life. And very quickly here, Saul is going to even try to kill David. もうすぐにダビデを殺すのような考えも行いもサウル始めます。10節、18章10節から12節まで読みましょう。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものようにことを手にしていたが、サウルの手には槍があった。危ないのだ場所ですけど、やっぱりまたその悪い例が来るのはもちろん神様続けて導きます。サウルにやっぱり自分の生活を、自分の心は悪いですよ。もう続けて王になれないで、もう神様が選んだ人を王になるように、だから神様は続けて導きます。でもサウルはそのことに絶対理解してない。ただ怒ってて、ダビデを殺すとする。じゃあ11節、サウルはその槍を投げつけた。
ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは2度も身をかわした。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。すごいですね。この話。あんまり考えられないほどです。サウルはもちろん神様の国の王である。神様が選んだ人です。もう最初はよく神様を従い人で、よくもういいの人です。親切な人です。でも今はよく変わっていっていました。ダビデを殺そうのために2度目も投げましたんですね。何か。だから広いの話。もちろん時々やっぱり良いの人でも私たちみんな罪人です。もちろんそうですね。罪が自分の罪理解してないって、やっぱり悔い改めないって自分の中にどんどん悪気になって、もっとひどいの罪を行います。So when we do not recognize our sin and we let it continue in our lives, it brings us down a path where we will just continue in sin and we'll be doing worse. I don't know if this are worse things, but things that are even unthinkable things that we wouldn't think we would ever do when we allow ourselves to go down this path of sin. And that's what's happening in Saul's life, where he's even trying to kill David. But God, of course, protects David. もちろん神様はダビデを守りました。ダビデはどう思うだと思う？ What is David thinking here? Saul's trying to kill me? I didn't deserve this. I'm just going to quit. I'm not going to serve here under Saul. It's too dangerous. Go back to being a shepherd. David could have done that. Could have ran away in that sense, but Saul was commanding him, wasn't letting him leave the palace. David was in a really hard spot, and he could have gotten very bitter in his heart. もちろんダビデはいろいろ考えすぎて、やっぱりなぜ私殺そうとして、もちろんそれを思ってたと思う。でも心は悪気にならなかった。答えにサウルを怒って、もうサウルに傷にしますと、サウルのために使えないと、そのことは絶対思いませんでした。だからそれも素晴らしいです。ダビデは許しの心がある。本当に悪に良いの答えをする人でしたと思います。So David, of course, giving a great response, not returning evil for evil, not getting angry with Saul, even not even complaining to people, not just being faithful and serving there, still trusting in God. And what a testimony David has here. So David, the Bible says he behaves wisely. Verse 14. じゃあ14節、ダビデの答えですから。じゃあ高いくらいお願いします。18章14節。ダビデはその行くところどこでも勝利を収めた。主が彼と共におられた。だから続けて神様とやっていましたね。すごい素晴らしいですね。ダビデの生活。だからそれありますから、サウルももっと
恐れになる。じゃあ、エクシマ15節。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。はい。ますますダビデに恐れになってて、どんなに、サウルはどんなことしてでも、ダビデは変わらない。もちろん、悪い人、弱の行い人は、やっぱり弱しないの人、ただ、義のことをやりますと、正しいことをやりますと、人を見て、大体その人を、そんな人好きじゃないなと思います。なぜかというと、自分の悪さを明らかにしていますから、もう本当にその違いを周りの人にも見えます。もちろん、一番いいのは、サウルが自分の悪さを見て、自分のいけないことから悔い改める。もちろん、それをやると素晴らしい。もちろん、その問題になくなります。でも、そうしなかったから、ただ、サウルは続けて、死ぬまでその問題がありました。So, this is sad though that Saul has this problem in his life pretty much until he dies. This jealousy that he has over David. So, we're not going to look into everything. もう全部の話、時間ないですから、でもサウルが少しダビデを殺すのために、またダビデに娘さん、マイコルという娘さん、ダビデの奥さんになるのために与えました。でも与えるの前に、ただフィリスティン人200人が殺さないと結婚できないという決めりがあって、もちろんサウルが、じゃあダビデはフィリスティン人と戦って負けてもうなくなりますだから、もう全部私のトラブルに終わりますと思っていて、でもダビデが戦って200人以上もフィリスティン人と殺されて、やっぱり結婚できました。でもダビデは先にその王様の娘と結婚すると、やっぱり王の家族に入って、それもダビデ私、そんなに受けないです。もう先にいろいろサウルと言いました。私、絶対結婚できません。でも、後でできました。ことです。じゃあ、19章には、また夜になっては、ダビデ、サウル王から手伝いました。もちろん、サウル、また続けて殺したいですから、でも時間ですから、それ来週続けてみたいと思います。もちろん、ダビデの性格、同じようにしましょう。人のどんなにもう悪いの方に違って悪いの方に変わって私たち変わらないでしましょう。ただ良い答えをダビデのように習いましょう。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、今日は少しダビデの証見て、本当にダビデは神様と共にいましたから、神様を従っているから、いろいろ素晴らしい生活できたから感謝しています。あと私たちそのことから習いできて、どうぞそれで私たちを助けてください。本当に私たちの中に
絶対使徒を持たないで、許さないのことはないように、私たちの中に働いてください。私たちただ人を許して、ただ神様をしてやり、神様のために私たち生きられますようにお願いいたします。そのことに神様、助けてくださるありがとうございます。これから私、この日々を祝してください。今日は私たち、教会の中にまだ病気の人がいますので、これは特にそうですから、どうか神様、家族を癒してください。また、姉妹も、どうか神様、私たちみんな元気であるようにお願いいたします。主に感謝しています。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。